あの、コードの文法は100%正しいはずなのに、画面の表示が一向に変わらないとかああ、ありますよね、そういうこと。ですよね。あとは、スクラムのルールを完璧に守って、毎日チケットをきっちり消化しているのに、なぜかチームは疲弊してて、ユーザーもちっとも喜んでいないとか。ええ、現場では本当によく聞く話です。今日私たちが深掘りしていくのはまさにこれなんです。正解を引いているはずなのになぜか結果が出ないっていうこの見えない壁。いわば沈黙のフリクションの正体についてです。いやー、エラーメッセージが出ない失敗ほど現代の開発現場で厄介なものはないですからね。本当にそうですよ。システムはなんか全て正常ですみたいな涼しい顔をしてるのに。ええ。現実世界ではプロジェクトが静かに崩壊していくという、人間はどこで間違えたのかわからなくて、ただ、自分の努力が足りないんだって自己反省のループに陥っちゃうんですよね。そうなんです。だからこそ、チームをまとめる立場にあるあなたや、日々コードのバグと格闘しているあなた、はい。あるいはこの AI の圧倒的なスピードに振り落とされまいと必死なあなた、どんな立場にいるあなたにとっても、今回の深掘りは目の前の見えない壁を突破するための新しいレンズになるはずです。間違いないですね。今回の情報源は、前のトレンド2026年3月23日版の複数の記事からピックアップしています。よし、これを紐解いていきましょうか。はい、よろしくお願いします。まず最初のトピックなんですが、プロセス管理の限界についてのこれすごくリアルな声からなんですよね。ああ、あるプロダクトオーナー兼 PDM の方が書かれた、スクラム開発に対する強烈なジレンマの記事ですね。そうなんです。この記事の筆者の方は、ここ4年くらい、アジャイルとかスクラム、カンバン、XP、あとリーンとかデボプスとか、名だたる開発手法ですよね。そういったものを猛勉強して実践してこられたんです。で、特にスクラムに関しては、チームを良くしようって必死に取り組んできたそうなんですよ。なるほど。かなり熱量が高い方ですよね。そうなんです。で、彼の原体験として、過去に社内システムで企画した機能が、社員からマジ神機能って呼ばれて、大絶賛された成功体験があるんですって。マジ神機能ですか？それは嬉しいですよね。もう使い方の説明会とか布教活動までユーザーが自発的にやってくれたほどの熱狂だったらしくて。すごいですね。開発者名義に尽きるというか。ですよね。だから、その喜びを知っているからこそ、彼は手法を極めようとしたんです。でも、現在の彼は、なんか必死にスクラムをやってきたからこそ苛立つっていう、結構深刻な行き詰まりを感じていて、素晴らしい熱量と目的意識から出発しているのに、手法を極めれば極めるほど苦しくなっている。非常に逆説的な状況ですよね、これって。そうなんですよ。なんかこれって高級なダイエットとか、筋トレのプログラムに似ていませんか？筋トレのプログラムですか？はい。毎日マクロ栄養素を1グラム単位で計算して、完璧なフォームとスケジュールで筋トレをこなしているのに、ある日突然、体重がピタッと落ちなくなるみたいな。停滞期というか、ありますよね。ええ。で、本来の目的は健康で活力のある体を手に入れることだったはずなのに、はいはい。いつの間にか今日のカロリー計算をノーミスで終わらせること自体が目的になってて。なるほど。手段が目的化してしまうわけですね。そうなんです。ただただ日々の計測とルーティンにイライラしてしまうという。なぜ手法を極めようとすればするほど、こういう限界の壁にぶつかっちゃうんでしょうか？ここで興味深いのは、人間の脳の構造を考えると、そうやって手段が目的化してしまうのは、ある意味で必然だということなんです。必然なんですか？ええ、彼が本来目指していた、マジ神機能を生み出してユーザーを喜ばせるっていうゴールは非常に抽象的ですよね。しかも結果が出るまでに時間がかかりますし。確かに。不確実性も高いですよね。ユーザーがどう反応するかはリリースしてみないと本当にわからないですから。そうなんです。一方でスクラムのルールを守ること、例えばデイリースタンドアップを15分で終わらせるとか、スプリントのチケットをすべて消化するっていうタスクは極めて具体的ですよね。ああ、なるほど。チェックリストにチェックを入れるみたいな。ええ。脳は不確実で遠い報酬よりも目の前の明確なタスクを完了して得られる短期的なドーパミンを好むんです。なるほど。だから達成感を得やすい方に流れてしまうんですね。その通りです。だから手法が高度で厳密であればあるほど、人間の認知リソースはそのルールの維持に吸い取られてしまう。うわ、怖いですね、それ。ええ。
無意識のうちにプロセスを回すこと自体を仕事の成果だと錯覚してしまうんですよ。でもちょっと待ってください。スクラムってそもそもそういう目的を見失うことを防ぐためのフレームワークじゃないんですか？本来はそうですね。ですよね。スプリントの終わりに振り返り、いわゆるレトロスペクティブをして、常にユーザーの価値に向き合うように設計されているはずだと思うんですけど、なぜそれが機能しなくなるんでしょう？それはですね、振り返りという行為自体も、ルーティーンに組み込まれた瞬間に警戒化するリスクをはらんでいるからなんです。警戒化ですか？はい。例えば、今週の KPT、キープ、プロブレム、トライを出しましょうっていうただの作業になってしまうんですよね。あるあるですね。とりあえず付箋に書くみたいな。ええ。そして完璧なプロセスを実行しているのに、間近み機能が生まれないとき、人はこのプロセス自体が間違っているのではないかとはなかなか考えられないんです。なんでですか？これだけ投資したのだからやり方が足りないだけだと信じ込んじゃうんですよね。サンクコストバイアスみたいなものですね。まさに、もっと厳密にチケットの図布量を揃えなければって逆に事故に鞭を打ってしまう。これが彼の苛立ちの根本的な原因なんです。なるほどな。プロセスが沈黙したまま、静かに私たちの創造性とか情熱を削っていくわけですね。そういうことです。さて、この完璧なのに結果が出ないっていう現象なんですが、実はマネジメントっていう抽象的な世界だけじゃなくて、プログラマーの目の前にある画面の中でも全く同じ構造で起きているんです。次は CSS のデバグツールの記事ですね。そうです。ある開発者の方が適用されていない CSS を検出する Chrome 拡張機能を作ったっていう記事なんですけど、はいはい。CSS の文法的にはこれ 100% 正しいんですよ。ブラウザーの開発者ツールを開いても、プロパティはちゃんと適用されていて、エラーの警告もないし、打ち消し線も引かれていない。なのに画面の見た目は全く変わらないっていうやつですね。そう、それです。めちゃくちゃフラストレーション溜まるやつですよね。具体的にはインライン要素であるスパンタグに対して Width、つまり幅を200ピクセルって指定してしまうようなケースですね。はいはい。インライン要素には幅利かないですもんね。あとはポジションがスタティックのまま Z インデックスを書いてしまったりとか、フレックスでもグリドでもない普通の div タグに対してギャッププロパティを書いてしまうようなケースが挙げられていますね。ここからが本当に面白いところなんですが、これって例えるなら、ノイズキャンセリングヘッドホンをしてる人に大声で道案内してるようなものですよね。なるほど。そこを右に曲がってって、言葉も文法も完璧で少量も十分なのに、相手には全く届いていないという。そして一番厄介なのは、相手のブラウザも聞こえませんとは言ってくれないことなんです。これを大きな視点で捉えると、なぜブラウザが聞こえませんってエラーを出さないのか、その理由を掘り下げることになります。そうするとウェブの歴史に行き着くんですよ。ウェブの歴史ですか？CSS や HTML はもともとエラーに対して非常に寛容、つまりフォールトトレラントに設計されているんです。寛容なんですね。はい。もし一つのプロパティが間違っていたり、意味をなさない組み合わせだったりした場合に、プログラム全体をクラッシュさせて画面を真っ白にするのではなく、単にその行を無視して可能な限りページを表示し続けるというアプローチをとっているんです。つまり、サイトを訪れた閲覧者に少しでも情報を届けるためのブラウザ側の優しさなんですね。その通りです。厳格なプログラミング言語、例えば C++ や Rust とかなら、型の不一致や無効な指示があれば、即座にコンパイルエラーとして開発者に平手打ちを食らわせますよね。間違ってますよって怒られるわけですね。しかし CSS はそれをしない。でもその優しさが結果的に開発者の認知に巨大な死角を生んでしまうんです。認知の死角。なるほど。システムが警告を出さない以上、人間は自分が書いたコードの文法は正しいはずだという前提から抜け出せないんです。それで何時間も時間を溶かしてしまう。エラーが出ないからこそ、開発者は砂漠の中で落とし物を探すような状態になっちゃうわけですね。まさに沈黙のコードですね、これ。そこでこの記事の開発者が取ったアプローチが秀逸なんですよ。拡張機能を作ったってことですよね。はい。ブラウザの仕様に文句を言って終わるのではなく、Chrome 拡張機能 API を駆使して、要素のディスプレイ状態と計算済みのスタイルを比較したんです。そして、文法は合っているが、無効になっているプロパティを字すら検知するツールを作ってしまった。システムの死角を自分たちの手で強引に可視化しに行くっていう、まさにハッカー精神ですね。ツールに文句を言うんじゃなくて、ツールを作って解決する。最高なアプローチですよね。本当ですね。でも、ここで私たちは、
また新たなパラドックスに直面することになるんですよ。と言いますと？開発者たちがそうやって自作のツールを駆使してコードの死角を克服して、さらに現在は AI 駆動開発が全盛期を迎えようとしていますよね。目覚ましい進化ですよね。AI が一瞬でコードを書き、設計書を書き、人間の開発スピードを爆発的に引き上げている。摩擦は全て消え去り、これでハッピーエンドって思いきや、人間側に全く新しい、そしてより深刻なボトルネックが生まれているんです。AI の圧倒的な出力がもたらした新たな摩擦ということですね。はい。ある記事の筆者、アリス・エ氏は、AI が書いた設計書や実装計画書を読みまくって疲弊しているって告白しているんです。AI が大量のマークダウンドキュメントを一瞬で生成してくれるんですよね。でもそれをブラウザの GitHub 上で読もうとすると、タブが際限なく増殖していくと。VS コードのプレビュー機能や生のテキストで読もうとしても、なんだかモヤモヤして情報が頭に入ってこないそうなんです。なるほど。結果として、彼はマークダウンを書くためではなく、純粋に読むためだけの専用リーダーアプリ R を自作したんです。一方で同じ前のトレンドには逆瀬川チャン氏の記事もありましたね。ありましたね。あれもすごかった。彼は昨年なんと一人で10個の AI アプリケーションと3個の AI エージェントをドカドカと開発したと。いやー、一人でその数は異常ですよ。最近は VSR や AVSR、AI エージェントのコンピューターユース周りを手掛けていて、個人の生産性が AI によって限界突破している様子が伺えますね。つまりこれってどういうことなんでしょうって、リスナーのあなたも不思議に思いませんか？対照的ですよね。逆瀬川チャン氏のように、一人で信じられない数のアプリやエージェントを作るスピード感の裏で、アリス A 氏のように AI が書いたものを読むだけで疲弊しているっていう現象が同時に起きている。これは重要な問題を提起していますね。でもちょっと待ってください。AI がそんなに長文の設計書を書いてきて読むのが疲れるなら、その長文自体を AI に3行で要約してって頼めばいいんじゃないんですか？なるほど。なぜわざわざアートのような人間用のリーダーアプリを開発する必要があるんでしょうか？非常に鋭い指摘です。しかしですね、システム開発における設計書やコードは、ニュース記事や小説とは性質が異なるんですよ。違うんですか？要約して、だいたいこういう話ねって済むものではないんです。なるほど。ふんわりした理解じゃダメだと。はい。変数名のわずかな違い、API の連携手順、データ型の定義など、細部のディテールそのものがシステムを成立させる構造だからです。要約を読んでビルを立てることはできませんよね。確かに。設計図を要約されちゃったら、柱が何本いるかわからなくなりますね。そういうことです。細部を省略してはいけないから、結局は人間が一言一言レビューしなければならないのか。開発のパラダイムが完全にシフトしているんですよ。かつての開発のボトルネックは、人間がタイピングしてゼロから構文を書く時間でした。ひたすらキーボードを叩く時間ですね。しかし AI 駆動開発の時代になり、そのフェーズは一瞬で終わるようになった。結果として何が起きたかというと、人間は AI が出力した大量のコードや設計書がアーキテクチャとして正しいか意図通りかをレビューするだけの存在になりつつあるんです。書く人から読む人に変わったと。アウトプットの生産性は無限にスケールしたのに、人間の目と脳が情報を処理するインプットの帯域幅、オプティカルバンドウィズは旧石器時代から全く変わっていませんからね。なるほど。超高速の印刷機を発明したせいで、構成係が長文の波に飲まれて過労で倒れてしまうような状態ですね、これ。素晴らしい例えですね。ですから、アリス・エ氏が作ったアーティのような読書体験の最適化というのは、単なる UI の好みの問題ではないんです。単なるおしゃれアプリじゃないってことですね。限られた人間の認知リソースをいかに守り、効率よく脳に情報を流し込むかという情報型時代における必須の生存戦略なんですよ。書くスピードが上がったからこそ、読むためのインターフェースの質が問われる。本当に皮肉な話ですけど、納得です。さて、AI エージェントが複雑なアプリケーションをドカドカと構築して、扱う情報量が爆発的に増えていくと。最終的に私たちがぶつかるある物理的な壁があるんです。それが最後のトピック、データ設計の故郷です。情報の表現や人間の認知の問題から、今度はコンピューターの物理的なアーキテクチャの話へと移るわけですね。Unity における ECS の性能を引き出すデータ設計の感情という記事です。Unity の ECS ですね。2023年に Entities 1.0 がリリースされて以降、Unity 本体と Entities の統合が進んでいて、
これまで ECS を触ってこなかったユーザーにとっても今は絶好の学び時なんだそうです。はいはい。この記事ではパフォーマンスを極限まで引き出すためのデータ設計について深く考察しているんですよ。ECS、つまりエンティティコンポーネントシステムですね。そうです。ゲーム開発やシミュレーションなど、数万数十万のオブジェクトを同時に動かすような極めて高いパフォーマンスが要求される分野で注目されているアーキテクチャですね。データ設計って聞くと少しお堅い響きがしますけど、要するにこれって巨大な倉庫の整理整頓みたいなことですよね。ほう、倉庫ですか。従来のオブジェクト指向プログラミングってなんかハンマーと釘と木材が大工さんセットとして一つの箱に入れていて、それが倉庫のあちこちに散らばっている状態というか。なるほど。だからコンピューターの頭脳である CPU は釘を打つたびに倉庫中を歩き回ってデータを探しに行かなければならない。オブジェクト指向におけるメモリーのポイント参照のことですね。データがメモリー空間に散在しているため、CPU のキャッシュに乗りにくいという弱点があります。対して ECS はハンマーはハンマーの棚に1万個、釘は釘の棚に1万個って隙間なくきれいに並べるアプローチですよね。はい。だから CPU という作業員が次は釘打ちの作業だってなった時、一歩も動かずに目の前の棚から釘を連続で取り出し続けられるから圧倒的に早く作業が終わる。こういう理解で合っていますか？いや、本質をついていますね。CPU 自体の計算速度は猛烈に速いんですが、メモリーからデータを取ってくるのには相対的にものすごく時間がかかるんですよ。へえ、そうなんですね。だから CPU のすぐそばにあるキャッシュという小さな作業机にいかに連続したデータを一気に載せられるかが勝負になるんです。なるほど。ECS は同じ種類のコンポーネント、つまりデータをメモリー上に連続して配置することで、そのキャッシュのヒット率を極限まで高める設計なんです。なるほど。めちゃくちゃ腑に落ちました。でも、ちょっと疑問なんですが。はい、なんでしょさっきの AI の話に戻ると、AI がコードを爆速で書いてくれるなら、こういう難しいデータ配置とかメモリの最適化も全部 AI に丸投げしちゃえばいいんじゃないですか？う。ああ、なるほど。なぜ人間がわざわざデータ設計を学ぶ必要があるんですか？そこがですね、現在の AI の限界であり、依然として人間の専門性が残る領域なんですよ。そうなんですか？AI はこの機能を作るための関数を書いてといった局所的、つまりミクロな論理パズルを解くのは得意なんです。はいはい。しかし ECS のようなデータ設計はシステム全体で将来どのようなデータがどういう頻度で読み書きされるかというシステム全体を見渡すマクロな視点が必要なんです。ということはつまり AI は釘の打ち方は知っていても、この巨大倉庫全体の動線を数年後の拡張まで見据えてどう設計すべきかをゼロから最適化するのはまだ難しいってことですか？その通りです。表面的な機能や AI の自動生成がどれほど進化しても、ハードウェアの物理的な制約、つまり CPU キャッシュやメモリ配置を理解した上で土台となるデータ構造を設計する能力は人間に求められるんです。はあ。むしろ AI が大量のロジックを生成するからこそ、その根本にあるデータ構造がポンコツだとシステム全体がすぐに破綻してしまいますからね。そうか。AI 時代だからこそ一番泥臭くて一番ハードウェアの物理法則に近いデータ設計の価値が逆説的に高まっているんですね。ツールや AI がどれほど進化しても、物理的なハードウェアの制約とそれを処理するアーキテクチャの重要性からは逃れられないということです。いやー、今日は本当に様々なレイヤーの見えない壁を潜り抜けてきましたね。プロセス、コード、人間の認知、そしてハードウェアのメモリ構造。一見バラバラに見えますが、すべて根底でつながっていますね。そうですね。目的を見失わせるスクラムの葛藤、ブラウザの優しさがあだとなる CSS の沈黙のバグ。AI がコードを大量生成する時代に新たに生まれた読むことへの疲弊と、それを解決するアートノの試み、そして AI がどれだけ進化しても最終的なパフォーマンスを左右する Unity ECS における根本的なデータ設計。はい。私たちは問題を解決するために新しい手法や AI を生み出しますが、それがまた全く違う次元に新たな沈黙のフリクションを生み出しているんですよね。重要なのは、そのフリクションを見えないままにせず、彼らのように自らツールを作ったり、アーキテクチャを見直したりして光を当て続ける姿勢でしょうね。本当にそう思います。リスナーのあなたもぜひ立ち止まって考えてみてください。はい。あなた自身の日々の仕事や学びの中で、当たり前だと思って見過ごしている沈黙のフリクションはありませんか？ルールだからと盲目的に従っているプロセスや、
無意識に脳のエネルギーを吸い取られている作業はないでしょうか？最後にあなたに一つの問いを投げかけて、今回のディープダイブを終わりにしたいと思います。はい。もしこのまま AI が進化し続け、人間が一生かかっても読み切れない量のコードやドキュメントを日々どかどかと生成し続けるとしたら、次の世代の開発者はもはやコードを読むこと自体を完全に放棄するのでしょうか？そして純粋にデータ構造や概念の設計だけを行うオーケストラの指揮者のような AI の指揮者に専念することになるのでしょうか？興味深い未来ですね。ぜひあなた自身の環境や仕事に置き換えて想像してみてください。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。